こんにちは、タオンです。世界中の旅行者が日本のコンビニを訪れる目的としてよく話題になるこの卵サンドイッチ。クリーミーでまるでカスタードのような卵サンドイッチはシンプルなのに多くのファンを獲得している日本のコンビニの人気商品です。今日はこの大人気のコンビニ卵サンドイッチをタオン流で自宅で作ってみたいと思います。しかもこのチャンネルでご紹介している日本の発酵調味料塩麹を加えることでさらに美味しく、そして腸にも優しいサンドイッチに仕上げていきます。もし自宅に塩麹がないという場合は普通の塩でも大丈夫ですので、ぜひ作ってみてください。さて、ではなぜ日本のコンビニの卵サンドが世界中で話題になっているんでしょうか。ふんわりとろけるような卵サラダ、そして食パンは口の中でとろけるほど柔らかいミルク食パンです。ただ今日はその味が自宅で味わえるようにお伝えします。ぜひ皆さん流にアレンジしていろいろトライしてみてください。さて今日の材料はこちらです。薄切りの食パン、そして卵4つ、塩麹大さじ1、こちらは普通の塩を代わりに使っていただいても大丈夫です。その場合は少し量を減らしてください。蜂蜜大さじ1、ブラックペッパー適量、マヨネーズ大さじ4です。もしマヨネーズは日本のメーカーがあればそちらの方をおすすめします。まず卵を茹でます。鍋にお湯を沸かします。卵をそっと入れてタイマーを15分ほどにセットしてください。卵が茹でれたらすぐに氷水に移します。少し冷ましてから殻をきれいに剥きます。そして切っていきますが、私は便利な日本の卵カッターを使ってよく切っています。もちろん包丁やフォークなどを使って潰しても大丈夫です。ボウルに卵を入れ、マヨネーズを大さじ4入れます。蜂蜜を大さじ1、そして塩麹を大さじ1加えます。家に塩麹がない方は普通の塩を使っていただいて大丈夫ですが、その際は大さじ1はちょっと多すぎると思いますので、少しずつ味を見ながら確認してください。そしてしっかりと混ぜ合わせてください。ブラックペッパーも適量加えます。卵全体に優しくなじませて15分ほどそのまま置いておいてください。この時、塩麹の酵素が卵白、卵に働きかけて食感を柔らかくしながら自然な甘みを引き出し、奥深い味にしてくれます。そして食パンの耳はカットしていきます。お好みでバターを薄く塗っても美味しいです。そして先ほど作った卵サラダを1枚のパンの上にプリッと多めにのせます。もう1枚のパンを上からしっかりとでも優しく押さえます。そしてカットすれば日本の卵サンドイッチの完成です。いかがでしたか？とても簡単なので、ぜひ自宅でチャレンジしてみてください。日本の食パンはとても柔らかいんですね。ですので、もし日本の食パンのようにふわふわと柔らかい食パンが見つからない場合は、少しトーストをしてホットサンドのような形で作っていただいても美味しいと思います。塩麹と卵を組み合わせることで、塩麹に含まれる酵素の力により卵がより濃厚で旨味の強い味わいに変化します。また家でこれから塩麹作りにチャレンジしてみたい方は、以前の動画で作り方をご紹介していますので、概要欄からご覧ください。ぜひ皆さんの感想をコメント欄で教えていただければ嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。